皆様ごきげんよう。ジュノンボーイたけしです。私、今月発売のジュノンに出ております。今までは好き勝手やってきましたが、やはりジュノン出身、ジュノン卒業生、ジュノンを背負う者としては、ちょっと爽やかさが欠如していることに気づきました。というわけで今後は、ジュノンから来た視聴者が怖がることないよう、爽やかに激辛料理を作っていこうと思います。というわけで、今日使う食材はこちらになります。いろいろ代用は聞くんで、後ほど解説していくね。よし、そしたら、レッツエンジョイクッキング。最初はお魚さんの処理からしていこう。魚の表面の水分は臭みが含まれてるんでキッチンペーパーで拭き取っておこうね。臭いのは嫌だもんね。で、今回使ってる白身魚はタラです。まあ白身魚だったらタイでもスズキでも何でもいいですが、年中スーパーに売っててコスパもいい魚ということでタラを使います。いやマジ俺の骨抜きどこ行ったん？すいません、取り乱しました。僕の骨抜きはどこに行ったんでしょうか。もしパクった方がいたら本当に何もしないんで速やかに申告してください。困ります。まあ骨抜きがないご家庭でもこういうクリップなんかを使えば意外と骨抜き代わりに使えちゃったりしてね。タラの骨は大きいので表面を触ればどこにあるかわかると思います。まああまり神経質にならず見つけた骨だけ抜いておく。そんぐらい楽にやればいいと思うよ。骨を抜いたらこのタラを一口大にカットしていこう。なるべく表面積が大きくなるようそぎ切りにしましょう。春うららかなこの季節ですとサワラなんか旬で美味しいんじゃないかな。よし、OK。タラを切り刻んだら、ここに下味をつけていきましょう。これからやる一連の流れは、中華料理でよく使われるテクニックの一つ、チャンと言います。過去にはエビチリの動画でもやりました。こちらもぜひ見てくださいね。まずはお魚さんに 1% ほどの塩コショウをかけ下味をつけます。そしてお酒を大さじ1。臭み抜き効果があるんだ。そこに卵の白身だけ入れていきましょう。この分量だったら半分ぐらいでいいでしょう。魚は卵を吸収しないので、卵白をまとわりつかせ、衣のつなぎとして使っていきます。ちなみにこのチャン、お肉料理の時でも使うんですが、お肉の場合は卵を吸うので全卵使います。余った卵は後で美味しい食べ方を紹介するんで、取っておいてね。下味をつけたら衣をつけていこう。大さじ1ぐらいの片栗粉。くっつかないようにちょっと油を入れてもみもみします。こちらの料理、中国では水で煮る魚と書きまして、水中油という料理です。魚の唐辛子煮込み、中華版のアクアパッツみたいなもんです。魚を肉に変えれば水中乳酪という料理になります。こちらの方がよく中華屋で見かけるメニューかもしれないね。ちなみにお店で頼むと2000円ぐらいしちゃうんだ。はい、こんな感じで衣がとろっとまとわりつけば OK です。そしたらチャンした魚を置いといて、その他の食材を刻んでいこう。エリンギを一口大にカットしましょう。で、魚以外の具材はぶっちゃけ何でもいいです。お鍋作る時みたいに余ってる野菜やキノコなどを組み合わせて、だいたい150から 200g ぐらいあればいいんじゃないでしょうか。今回キノコはエリンギとキクラゲを使います。キクラゲは水で戻しておき、大きすぎる場合は一口大に刻んでおきましょう。僕は大きいのが好きなので刻みません。お野菜は今日は豆苗を使います。まあ半分ぐらいでいいんじゃないかな。ちなみにこの余った根っこの部分、水につけておくとまたニョキニョキ生えてくるんで、金がねえやつはお金がない人は育てるといいと思うよ。ちょっと中途半端に白菜余ってたんで、これも追加しちゃいます。こんな感じで好き勝手追加しちゃって構いません。ちなみに今回使ったもの以外でよく使われる野菜だと、レタスや長ネギ、ブロッコリーやもやし、あとセロリ、パクチーなど、ちょっと癖が強い野菜でも合うよ。女子のみんなはパクチー好きだよね。なんでなんだろうね。ね。そしたら最後に香味野菜を刻んでいこう。ニンニク一かけをみじん切りにしちゃいます。同量の生姜も細かく刻んでいきましょう。よし、仕込みは以上となります。よし、じゃあ調理開始。近くに器も用意しておくといいよ。今日はちょっと生きってちっちゃい土鍋使っちゃいますが、深さのある皿であれば何でも OK です。まず最初は魚以外の具材をさっと炒めていきます。炒めるときは火が通りにくいものから先に入れようね。今回だとまず白菜の芯とエリンギ、後で熱々のスープが入るので、ここでは8割ぐらい火を通しておけば大丈夫だよ。その後、キクラゲ、豆苗、白菜の葉っぱを追加。これらはすぐ火が通るので、さっとで大丈夫です。具材をさっと炒めたら、器に移しておきます。よし、じゃあ次にスープを作っていこう。フライパンに油を引いたら、ニンニク、生姜を弱火で炒め、香りを引き出します。おっと、焦げないように。ニンニク生姜の香りが立ってきたら、ここに豆板醤を大さじ1。僕の場合、
味に深みを出すために普通の豆板醤と熟成されたピーシェン豆板醤を半々でブレンドしているけど、これは凝りすぎた男の末路なので1種類で全然いいです。さらに追加するのがトーチ。これを大さじ1ぐらい入れてみよう。なかったら入れなくてもいいけど、あればより四川の風味を感じることができるよ。大きめのスーパーやカルディにあります。よし、味のベースジャンの完成だ。過去に麻婆豆腐の動画を見てもらった人は気づいたかもしれないけど、四川料理って大体材料も作り方も似てるんだよね。そしてこのジャンをスープで割ります。お水 200cc に鶏ガラスープの素小さじ2、お酒大さじ1、もしあれば紹興酒を使うと風味が豊かになるよ。そして醤油を大さじ1。で、今回はちょっと意図的に味しょっぱめで作ってます。後ほどちょっと油を入れるんですが、そうするとちょっと味がぼやけるというかマイルドになっちゃうからです。しょっぱすぎるなと感じる方はちょっと醤油の量を減らしてみてください。後からでも足せます。そしてこの完成したマーラースープでチャンした白身魚を煮ていくよ。煮るときはお魚の身が崩れないようにそっと優しくタッチしよう。中火で 2,3 分くらいかな。衣に片栗粉を使っているのでスープにもかすかにとろみがついて味が絡みやすくなるんだ。お魚に火が通ったらさっき炒めた具材の上にぶっかけよう。このままでも十分美味しそう。でもちょっと待って。もう一段階美味しくする魔法、香味油を作っていこう。フライパンの水分はしっかり飛ばしておいてね。油が跳ねると危ないからね。そしたらここに油を大さじ4から5ぐらい。ちょっと引いてるかもしれないけど、中華屋では 100cc ぐらい入れてるんだ。まあアヒージョみたいに全部飲むわけじゃないし、油は体に必要なものです。油は旨味、中華と油は友達だ。気になる人は好きに分量を減らしてもらって構わない。この油の中にホール唐辛子、種を出さなければそんなに辛くないよ。さらにホールのフォアジャオを投入。フォアジャオは中国の山椒だよ。そしてじわじわ温度を上げ、スパイスの香りを引き出していくんだ。ホールの唐辛子やフォアジャオがなくても、一味唐辛子やフォアジャオパウダーを最後にかければいいから、油だけ熱しておけばいいよ。温度は180度ぐらい。菜箸を突っ込んで泡が出てくるぐらいの温度です。スパイスの香りが漂い、こんな感じでバチバチいってたらもう OK です。ここからあっという間に焦げるので、気持ち早めに撤収しよう。全体が焦げ臭くて台無しになっちゃう。唐辛子の色が黒ずんだり、焦げ臭い匂いが漂ってきたら温度が高すぎるのですぐ外しましょう。で、このままだと僕としてはちょっと辛さが物足りないので、ここに一味唐辛子を加えて辛さを調整します。あ、なくなっちゃった。今日はこれぐらいにしておくか。そしたらここに熱した油をぶっかける。お皿の中でラー油を作るイメージだ。ハゼロ、バオ。ごめんね、ちょっとびっくりしちゃったかな。このバオも中華でよく使われる必殺技の一つなんだ。お好みで追いホアジャオ、しびれとフレッシュな山椒の香りをまとわせたら完成だ。白身魚の激辛唐辛子煮込み。やばい、これ超映える。では熱々のうちにいただいていこう。こちらの料理は熱い油でコーティングされてるので、とにかくめちゃめちゃ熱いでございます。そこそこ時間が経ったと思っても全然あちあちです。猫舌の人は注意しようね。そして押し寄せるしびれと辛み、これが本当にたまんないんです。とは言っても油の効果で思ったよりマイルドで食べやすいんですよね。しっかり下処理した魚は身はプリップリ、衣にスープがしっかり絡んでとっても美味しい。仕込みの時に行ったチャンは安いお肉やお魚でもプリプリジューシーな高級食材に進化させるパワーがあるんだ。使える機会は多いので覚えておいて損はないと思います。醤油を強めに効かせたスープの味が本当に美味しい。いや、マーラー系は本当に食が進むな。ご飯やビールとの相性もバッチリです。いろんな種類の具材を入れると様々な食感が楽しめて味わいが豊かになります。特に個人的にはキクラゲが好きです。特に生キクラゲなんか使ってやると本当にプリップリで美味しいんですよ。見た目通り味のパンチが強いので、ちょっと苦味や臭みのある癖の強い魚ほどこのレシピとの相性がいいんでおすすめです。あ、唐辛子とホアジャオは香り付けのためなので無理に食べる必要はありませんよ。最後の仕上げの唐辛子を入れなければそこまで辛い料理でもありません。あ、そうそう、先ほど余った卵はこうやって卵かけご飯にするのがおすすめです。ご飯に卵を乗せたら旨味たっぷりパンチの効いたマーラースープをいっぱいかけてぐちゃぐちゃに混ぜて食べちゃいましょう。とても罪深い味です。ワンちゃんも羨ましそうに見つめてきます。今回の料理は僕の中で1、2位を争うほど美味しい魚の食べ方です。また次回も僕の好きな美味しいお魚の食べ方を紹介したいと思うんで、みんなチャンネル登録して待っててね。
じゃあまたお会いしましょう。See you next time. バイバイ。またね。ありがとうございました。